はい。今日はステはい。ファニーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい。よろイエーイしくお願いします。はい。はい。今日はステファニーさんの、日本語の勉強について、質問、したいと思います。はい。はい。まず、質問1。日本語を勉強するきっかけは何だった？そうだね。私、Perfume の大ファンです。知ってるね。知ってる。3人組の、エレクトロポップユニットだね。うんうんだから、ファンクラブの DVD を見たり、うんなんだっけ、MV を見たりして、うん。何を言ってるかを知りたいなと思って、うん。勉強し始めた。そんな、えな理由。そう。いや、本当に Perfume がきっかけなの。すごいね。はい。そう、なんか、恥ずえかしいけど。いやいや、そっか。でも、その Perfume が好きで、どうやって日本語を勉強してる？うん。最近ね、うん。NHK とか、うん。トリルのオンライン記事を読んだり、えっとね、YouTube の動画を見たり、iTalki でレッスンを取ったり、なんだっけ、毎日日記を書いたりする。あ、日記書いてるんだ。知らなかった。Google ドックで、何をしたかを Google ドックで書いて、そのように日常のことについて大体話せると思おお、そうなんだ。あ、だから日常会話が上手なんだね。うう。ん。まだです。めっちゃ謙遜。そっか。でもさ、最初、何も、知らなかったよね、日本語。もちろん。うん。カナダ。あ、そうそうか。ステファニーさんはカナダ人です。カナダにずっと住んでます。で、うん。日本に住んそうだことがないですね。そそうう。うん。はい。だから、最初って、どうやって勉強した？最初からどういうふうに変わっていった？そうだね。最初は迷ったね。うんうん。2013年に勉強し始めて、いろんなアプリとか教科書を使った。うん。例えば、なんだっけ、ロゼッタストーンとか、マジで。センブリ漢字とか、いろんなひらがなとカタカナのアプリを使ったとか、ついに元気を見つけて、元気1と2と扉をうん。使って助うん。かった。あ、そう。そうだね。うん。最初は教科書に集中したけど、さっきより今の方がもっとカジュアルで勉強している。うん、なるほど。じゃあ最初はもう、いろいろ試したアプリとか試して、で、元気1、2で扉。で、いろいろ今は興味のあることを勉強してるって感じ？はい。そうそうそう。いいね。へえ。よく、質問されることなんだけど、漢字ってどうやって覚えてる？実際に書く？そうだね。恥ずかしいけど、うん。実は漢うん。字を勉強しない。な、マジで？なぜかというと、うん。つまらない。よくうん。ないね。のでも、漢字を勉強する代わりに言葉を勉強する。言葉の読み方を通じて漢字の読み方を習ってる。そそしてうなんだ。言葉を覚えるためにGoogle シーツで単語帳を作って復習する。そして、メモライズというアプリを使ってフラッシュカードうん。もする。あ、そう、そうなん今、だ。NQ の語彙うん。の講座をしている。あ、そうなんだ。へえ。メモライズいいって聞く。他の人も使ってる。い役立い？つアプリだとあ、思う。へえ。そうなんだ。うん、へえ。じゃあ、実際にはこの書いては覚えないんだ。うん、そうだね。ペンで書けない。恥ずかしい。いやいや、そうなんだ。でも、そっか。私、うん、そうだ。日本人はね、小学校の頃からずっと書いてるから、どうやって覚えるかわからなかったから聞きたかった。うん、あ、そうなんだね。いろんな方、うん、そうだね。
まあ、例えば、ね、漢字に興味がある人もいれば、ステファニーさんみたいにもっと単語を覚えたいって人もいるもんね。単語そというか、文章ね。そう。う。うん。私たちはもうずっと愛登記で知り合って長いけど、そもう何年ぐらいわかんない。3年、4年ぐらいわかんない。う。ぐらい、2010、なんだっけ、2017年からあ、ね。7年からかな。もう3年ぐらいだね、じゃあ。3、4年だね。だね。そう。なんかもうその時、3年前ぐらいは、ステファニーさんは結構話せてたと思うんだけど、本当にまだまだでも、そう、愛登記を使うきっかけって何だった？2017年にある程度日本語が読めるようになったけど、全然話せなかったと思う。本あの、2014年に当？日本に行って、その時観光フレーズしか話せなかった。その時1年間勉強してきた。うんうんだから2017年にうん今年日本語を話すようにするみたいな新年の抱負を。ああ、そうそう。なんだ。それで30、新年の抱負。じゃあ2017年の新年の抱負はい、で愛登記か。そう、そっか。私も時々愛登記で、まあ、ポルトガル語とかスペイン語とかいろんな言語の、英語ももちろん、チすごい。ューターを、探すんだけど、なんか結構自分に合うチューター見つけるのって難しくない？すごく難しいね。なんかどうやって選んでる？なんか選ぶ基準とかってある？もちろんある。私、英語飲みする人。私もなんか探すのに1時間ぐらいかかるよね。そうだね。一つ目は、同い年の女性。同い年の女性のように話したいから。同年代の女性っはい、てことそう。かな。同い年ぐらいの女性。二つ目、いい自己紹介動画があること。おお、なるほど。三つ目、話しやすい人。会話気まずくないこと。そうだね。四つ目、会話のバランスがいい。先生しか話さないことが好きじゃなくて、私しか話さないことも好きじゃない。5つ目、先生が、英語をあんまり使わないこと。そっか。最後6つ目、私の理想的な時間に教えられること。それは大事だね。はい。じゃあ、さゆりさんの基準も気になる。教えてくれる？いや、でもそんなにちゃんと基準はちゃんと決めてないけど、まあ、同じよう。なんか、私はもう大体英語は話せるね。だから、自分に、なんだろう、興味のあることに詳しい人とか、そう、例えば英語の先生だったら、その人はデジタルノマドの先生で、面白い。そう、なんか英語以外にも他の仕事もしてて、しかもブルガリアという国に住んでる。イギリス人だけど、ブルガリアという国に住んでて、そのノマドライフのことをいろいろ聞けるから、そういうのとか、あとは私は普段アメリカ人の人と話すことが多いから、いろんな国の人と話してみたいから、いろんな国の先生のレッスンを取る。いいね。そう。普段はステファニーさんはチューターの人と何について話す？そうだね。レッスンの初めに、もちろんフリーカンバセーションをする。最近はどうだったとか、何をしたとか、面白いことを聞いたとか、それから、最近一緒に、オンラインの記事を読んで、話し合う。それとも、最近チューターと
新完全マスターの読解の問題を一緒に読んで、質問を答える。じゃあ、そっかそっか。じゃあ、はい普段の日常会話と、テストの JLPT、TP、JLPT。PT もダメな先生だね。JLPT を分けてるね。ダメじゃない。今、JLPT を、2級を受けたんだっけ？去年受けた。そう、どうだった？そうだね。実は試験に落ちたんだけど、いい経験だと思った。そうだね。来年また受けるつもり。去年初めて JLPT なので、どんな感じか分からなかった。初めてだったの？初めて。初めてで2級受けたの？すごいね。すごい挑戦者。でも日本は、カンニングしてる、ことに本当に心配していることを知った。そうなの？なぜかというと、試験を受けるときに、最初は、そうだね、出席を確認テーブルに行かなきゃいけなくて、出席を取る人が身分証明書を確認して、室に入る前に、先生も身分証明書を確認して、机に身分証明書を置かなきゃいけなくて、試験を書きながら、先生がまた確認して、休憩の後で、検室にまた入る前に、身分証明書を確認する。繰り返して確認する。意味が分かんない。確かに意味わかんない。何それ？そんな、なんか犯罪者になった気分だね。なんかびっくりした。そうなんだ。そっか。まあ、でもいい経験だね、それも。そして、試験は、もちろん、難しかったけど、問題は、質問じゃなくて、時間足りない。あっという間に終わった。そっか、読解だっけ？そのリーディングのところが難しい、時間かかるのかな？そうだね。長くて時間がかかる。次回のために読んでる速さを上達したくて、読解の能力も上達したい。なるほど。頑張ってね。頑張る。JLPT は賛否両論っていうのはいい意見もあるし悪い意見もあるんだけど、理由は、日常会話であまり使わない文法とか日本人でも読めない漢字も出てくるんだよね。でもそれでもなんかどうして受けようと思ったの？日本人絶対合格するよ。合格するかもしれないけど、多分読めない漢字とか文法はあると思う。使わない会話で使わない文法、そうだね。あるから、聞いた。そう。だから、どうして受けようと思った？それでも、どうして受けたい？なんでかというと、そうだね。短時間に語彙と文法を上達したかったし、翻訳にも興味があって、多分翻訳したかったら多分、N1 が必要だし、だから受けようと思った。そっか。じゃあ、将来的に翻訳もやってみたいから、全部の文法とか漢字を覚えたいみたいな。そうだね。すごい。今すごくよく話せる高い日本語のレベルだと思うんだけど、そこまで行くのにすごく長かったね。時間もかかる語学は。だからどうやってモチベーションを維持してる今も。そうだね。簡単だよ。レッスンを取る。レッスンを取るの簡単？私の能力に先生をがっかりさせたくないから。次のレッスンを考えて上達しなかったら
先生がどう思うみたいなことをと思ってもっと頑張る。そうなんだ。そうそっか、じゃああ先生のため、自分のためだけど、先生とレッスンを取ることで、もう先生をがっかりさせたくないっていう。はい。すごい。面白いそれ。へえ、そっか。前1年休んだって言ってたっけ、日本語の勉強。そう、2015年から2016年まで休んだ。その時、大学院生で、修士が終わってからキャリアを始めて、いろんなことを習わなきゃいけなくて、めっちゃ忙しかったんです。ストレスが溜まって、日本語の勉強を諦めちゃったんだ。それもでも、そっちを優先して。2016年の終わりに、また勉強したくて再開した。それで、チューターと一緒に話すぞってなったのが2017年ね。はい。いいタイミング。そうそうなんだ。で、それからずっともう3年ぐらい、毎日日本語勉強してるよね。はい、ずっと毎日のように勉強している。そう、チューターの先生と勉強するのは週に何時間ぐらい？週に1回？週に2回？最初は週に1回。でも、最近週に3回する。おー、すごい。いいね。じゃあ、これからもレベルアップ。そうなんだ。じゃあ、それでモチベーションもアップっていうか、維持できるし、いいね。はい。そっか。ありがとう。これからも頑張ろうね。はい。頑張ります。ありがとう。はい。ありがとう。